はい、こんにちは、宮農園です。いやー、めっちゃ風が、雨もそうなんですけれども、雨以上に風ですね。いやー、ひどい。ちょっとここピーマンの畑なんですけれども、ピーマンの状態としては、今、仮支柱があってピーマンがいて、その上にですね、風がすごい、紐を張って固定をしていってるっていう状態なんですけれども、仮支柱からもうブチブチちぎれていったり、固定してあるところの上で折れていったりっていうことで、もう立ってるのがほぼないっていう状態ですね。でもうキュウリもですね、すごいもうバッサバサですね。風でひどいことになっております。で排水用のポンプも設置したんですけど、雨でしたことないです。それよりもとにかく風がですね、ひどくて、ピーマンの方はですね、本当にひどいことになってます。で、ぐるっと回って、あそこのところにトウモロコシあるんですけれども、あれもですね、結構倒れてきております。とりあえずですね、ピーマンを起こそうと思って、作業したんですけれども、もう起こしても起こしてもそこから折れるとか、その上がもう吹き飛んでいくっていう形で、ちょっと対応できないな。それとですね、僕これですね、誘引用のこれでこうして、こうやって、ガチャッとやるとですね、はい、こんな感じでひっつく、この器具を使ってるんですけど、これがですね、雨にめっちゃめちゃ弱い。雨っていうか、水ですよね。水が、こういったところにつくと、ひっついちゃって、こう、出ないんですよね。ので、ちょっと、その都度その都度開けて拭いてっていう作業をやってるんですけれども、いやー、大変だな、ちょっと。また後で撮影しますけれども、ナスの方については、しっかりと誘引作業が全部完了しました。なので、いくつか葉っぱちぎれたりしたかもしれないんですけれども、茎の部分がポーンと折れるっていうことはおそらくないはずなんですが、ピーマンの方をこれからいよいよしっかり固定していくっていうちょうどそのタイミングだったんですよね。いやー、ひどいな。うわ。はい、おはようございます。日付変わりまして、翌日の朝4時10分でございます。もうだいぶ空明るくなったんですが、ちょっとピーマンの様子撮影していきます。この辺はですね、昨日風が強い中、なんとか起こしたというものになります。で、ここはですね、本当にこれから上の部分に誘引をしていこうというところで、若干背丈が足りなくって、届かなかったんで、この紐をですね、下方向にぐっと引っ張って、固定をしてます。なので、ちょっと今、こう、上に引っ張るような形で、なんとか固定が終わったという場所になります。はい。で、この辺はですね、もう完全になぎ倒されて、全部が全部、ほとんど全部こけてたんですけど、昨日一部起こしましたが、やっぱりですね、風が強くてすごく作業性が悪かったんで、この辺はまだ起こしきれていないところになります。で、起こせたところはいいんですが、例えばこの株はですね、もう地際からボキッと折れちゃったっていうものなんですが、こんな感じでぼっきり折れたものがですね、ありますね。結構あります。ここもそうですね。なんとか生きてるなと思って起こそうと思ってたんですが、よくよく見るともう下の部分が完全に折れてるというものでした。はい、なので、こうしてざっと見ると、いくつかはでも生きてるように見えるんですけれども、基本的にはもうすべて傾いてるっていう状況ですので、まずはこれを起こす作業、こちらからやっていきます。はい。で、これをですね、こう起こしていくんですけど、例えばこちらはですね、ちょっと今起こそうかなと思ったら、もうダメですね。ここですね。ここ。もう地際の部分で完全にぽっきり折れちゃってるんで、ちょっとこれはもう無理。もう無理。はい。これはちょっと諦めます。次を起こしていきます。はい。で、こちらの株はですね、ここ。これまだ生き残ってます。しっかり下の部分は固定されてるんですけれども、上が風でこちら側にも傾いちゃってるんで、これをですね、まっすぐにしていきます。ちょっとこんな感じで起こして、これですね、本来はもう少し背丈が高くなったらここに固定をしていく予定だったんですが、ちょっともうなんとか起こさないといけませんので、下方向にぐっと引っ張って、これで、はい、いろんな箇所を固定していきます。よし。と言っても、背丈が足りないんで、引っ
掛ける場所がないな。これちょっと1箇所しかかけれないな。しょうがないな。はい、こちらもそうですね。これもちょっとちょっとセタが足りないから固定が非常にしづらいんですけれども、ちょっと無理やりにでもですね、紐下に引っ張って固定をしていきます。いいよ、よいしょ。届かないか。よいしょ。はい、地道に頑張ってすべてのピーマンを起こすことができました。はい、今朝の8時30分、地道に頑張って、全部起こすことに成功いたしました。ありがとうございます。いやー、よかった。ただもう完全にぼっきり折れちゃって起こすとかもそういうんじゃないものもいくつかあるんですが、どうなんだろうな、8割から9割ぐらいは一応元に戻ったんじゃないかと思います。で、ただもう葉っぱ全体がですね、こんな感じで曲がったままこう今起きてるっていう状態なんで、今後株がこう一回曲がった後上に来るっていうことになってちょっと管理が大変になってきますし、今紐を下方向に引っ張った状態で固定をしております。なのでこれ成長すれば紐がどんどん緩んできますんで、その時にもう一度誘引をするっていう作業が出てくるんですけれども、とりあえずですね、ピーマンの救出作業は完了です。はい、ということでですね、ちょっと他の被害状況も確認していきます。はい、ちなみになんですけれども、この撮影が終わったらですね、もうピーマンをもうせっせと収穫をしていくということになっております。はい、もういっぱいできております。はい、でこちらトウモロコシなんですが、もう全体がですね、どうなんだろう、ちょっと20度ぐらい傾いているという状況です。でこの辺もですね、収穫間近と言ってもあと2週間ぐらいはかかるんじゃないのかなっていうところなんですけれども、ここもですね、しっかり傾いちゃって、根元からボキっていうものはないんですが、トウモロコシ特に傾いてしまうと、このトウモロコシですよね、この下地面との距離が近づいてきます。そうすると鳥の被害に遭いやすいっていうのと、この土が跳ね返って病気にもなりやすいですし、出荷する時にですね、洗ったりっていう作業が出てくるんですよね。とはいえこれぐらいで落ち着いたのかなっていう感じです。はい、でこちらもトウモロコシなんですが、はい、しっかり傾いております。ちなみにですね、向こう側ですね、ちょっと拡大をするとですね、はい、トマトの雨よけがあるんですけれども、あちらがピーマンの畑です。でこちらがですね、トウモロコシの第3弾になります。でここはまだまだ下のトウモロコシが見えてるという、そこまでは全くいっていないです。でここもですね、こんな感じで傾いてるんですが、前回の風とちょうど真逆ですね。前回はこの向こうがちょうど反対側が被害を受けたんですが、今度はここですね、逆側が被害を受けて傾いちゃっております。でももうトウモロコシは何かこう対策をして直していくっていうのはちょっともうできないんで、これはもうこのまま栽培を続けていこうと思います。はい、でこちらのトウモロコシなんですが、この部分ですけれども、こちら側にこうカーブしてるんですけれど、前回の風の時はこれが逆だったんですよね。こちら側に倒れてそのまま成長したので、ここが上方向に伸びようとしますんで、こちら側に曲がりました。で今回は逆なんで、おそらくこの辺りでもう一回逆方向に曲がって伸びていくということなんで、ここはですね、おそらく今年はちょっと S 字状になっていくんじゃないかと思います。はい、もうこの辺もですね、倒れてる。向こう側も根元から結構しっかりバッツリと倒れております。はい、こちらナス千両2号の畑です。枝が折れた、主枝ですよね。今後伸ばしていく主枝がぼっきり折れたっていうのはちょっと見当たらなかったんですが、通路にですね、はい、こんな感じで葉っぱがですね、落ちてる。
葉っぱのみがこう振りちぎられてボトボトと下に落ちております。というのが宮農園の被害の状況でした。で、毎年こんなんなってたらもうすでに心は折れてると思うんですが、こんなことないですね。もう今年ぐらいじゃないですかね。もうちょうど2週間おきぐらいで、もう雨よりも風ですよね。強い風がブーンと吹いてきて、でこの時期ってまだ株が大きくなってないです。なので、しっかり固定をしていく作業っていうのを今後していくんですが、その固定をするまででもないっていうか、まだ固定ができないっていう状態の時にこんな感じで風が吹いてしまって、今年はですね、ピーマンもナスも結構折れております。で、ナスについては一応、復活したかなと思うんですが、ピーマン先ほど結構倒れてたのを起こしました。今回起こしたっていうことは、倒れる時と起こす時にどうしても根っこを傷つけてしまいます。なのでこれがですね、今後栽培を続けていく中でどう病気と関与してくるのか、病気が出てくるのかなんですけれども、ちょっとそこもですね、今後注意をしつつ、栽培は継続して続けていこうと思います。いやもうほんと今年はもう参っちゃいますよね。あんなもうほんともう定期的に強い風が吹く。ですけど、言っててもしょうがない。今できることを頑張って皆さんも栽培続けていきましょう。はい、最後までご視聴どうもありがとうございました。